2023年、熊本県で29歳の女性がアルバイトを終えた深夜に姿を消し、翌日に雑居ビルの空き室で全身を布に包まれた遺体として発見されたのだ。犯人が特定されながらも逮捕に至らなかったという衝撃的な経緯をたどる事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも被告めたんよ。今回取り上げるのは2023年に熊本県で起きた女性行方不明不同意性交等事件なのだ。被害者の辰島ありささんが今から帰ると連絡を入れた後に消息を絶った胸が痛くなる事件よね。この事件では犯人が防犯カメラ映像などから早期に特定されたにもかかわらず、なぜ逮捕が遅れたのかという疑問が残っているのだ。証拠隠滅の疑いもある事件なのに逮捕できなかったなんておかしいわよね。後半では僕止めたんで、犯人がなぜ逮捕を免れたのか、そして証拠隠滅の背景に何があったのかについて深く考えていくのだ。事実の積み重ねと私たちなりの考察を合わせてお届けするわよ。この事件は深夜に働く女性が日常の中で突然命を奪われるという誰にでも起こりうる恐怖を突きつけているのだ。社会全体で考えなければならない問題がこの事件には凝縮されているわ。再発防止と事件の風化を防ぐためにもぜひ最後まで見届けてほしいのだ。知ることが最初の一歩になるわよ。チャンネル登録がまだの方はこの機会にぜひ登録していただけると嬉しいのだ。コメントや高評価もぜひよろしくお願いするわね。それでは事件の全貌を一緒に見ていくのだ。楽しんでほしいわ。まずこの事件の被害者について紹介するのだ。どんな方だったのかしら。辰島ありささんは事件当時29歳で熊本市中央区に住む派遣社員だったのだ。夜間のアルバイトも掛け持ちしながら毎日を懸命に生きていた女性だったのだ。若くて一生懸命な方だったのね。知人の話ではありささんは明るくて人懐っこく、職場の仲間からも慕われていたそうなのだ。笑顔が印象的で誰に対しても気遣いができる女性だったと伝えられているのだ。そんな方がなぜこんな事件に巻き込まれてしまったのかしら。事件前夜、ありささんはアルバイト先の同僚に今日も頑張れたわと笑顔で話しかけていたそうなのだ。そして2023年5月28日の午前1時頃、アルバイトを終えて退勤したのがありささんの最後の出勤となったのだ。深夜1時に退勤したのでそれが最後になってしまうなんて。退勤後、ありささんは交際中の男性に今から帰るとメッセージを送っていたのだ。その一言が彼女が生きて発した最後の言葉になってしまったのだ。今から帰る、その言葉がこんな形で最後になるなんて涙が出てくるわ。次に事件の背景にある人間関係について見ていくのだ。ありささんと容疑者の男はどんな関係だったのかしら。ありささんと容疑者の男は熊本市内での知人関係だったと伝えられているのだ。出会いのきっかけは共通の友人を介したものだったとされており、当初は普通の知人関係だったそうなのだ。最初は普通の関係だったのでそれがどこかで変わってしまったということかしら。そうなのだ。男はやがてありささんに対して一方的な感情を抱くようになり、頻繁に連絡を取るようになっていったのだ。ありささんには交際中の男性がおり、容疑者の男からの接触を迷惑に感じていたと伝えられているのだ。それなのに男は連絡を続けていたということね。ありささんは周囲の友人にしつこくされて困っていると打ち明けていたそうなのだ。友人によると男からの連絡は深夜にも及ぶことがあり、ありささんはその度に対応に苦慮していたと語っているのだ。深夜にまで連絡してくるなんてもうストーカーじゃないの。事態は2023年の春頃からさらにエスカレートしていったと見られているのだ。男はありささんの生活パターンを把握しようとするような行動を繰り返していたと伝えられているのだ。生活パターンを把握しようとしていたということ？それは明らかに異常な執着よ。ありささんの知人は彼女はどう断ればいいか悩んでいたと語っているのだ。強く拒絶することで相手を刺激してしまうことを恐れており、はっきりと断れずにいたそうなのだ。その気持ちすごくわかるわ。でもそれが状況をさらに難しくしてしまったのね。ありささんが正式に警察に相談していた記録は現時点では確認されていないのだ。なぜ相談できなかったかについてはまだそこまでのことはないと自分に言い聞かせていた節があると友人が証言しているのだ。被害を訴えることへのハードルの高さが彼女を追い詰めてしまっていたのかもしれないわね。日本のストーカー被害では被害者自身が大げさかもしれないと感じて相談をためらうケースが多いのだ。ありささんも同様に周囲への心配をかけたくないという気持ちから一人で抱え込んでいた可能性があるのだ。そういう構造自体が被害者を守れない原因になっているわよね。一方で容疑者の男は事件直前まで何事もなかったかのように日常生活を送っていたと見られているのだ。職場の同僚には温和な印象を与えており、まさかそのような行動に出るとは思わなかったと語る人もいるそうなのだ。外から見えていた姿とありささんへの行動が全然違うのね。ありささんへの執着が表面化したのは周囲の一部の友人にだけで、
であり、男の家族や職場には伝わっていなかったのだ。これもストーカー事案において孤立した被害者が生まれやすい典型的な構図だと言えるのだ。誰かが気づいていれば止められたかもしれないのに。2023年5月28日深夜から29日未明にかけての出来事を見ていくのだ。事件当日のことね。アリサさんはこの夜、熊本市中央区内のアルバイト先で勤務を終え、午前1時頃に退勤したのだ。退勤後、交際相手に今から帰るとメッセージを送った後、連絡が途絶えたのだ。連絡が途絶えた。交際相手の方はどうしたのかしら。交際相手の男性は連絡が取れないことを不審に思い、28日夜、アリサさんの家族に連絡したのだ。父親がそれを受けて警察に届け出たと報じられているのだ。家族がすぐに動いてくれたのね。警察は届け出を受け、防犯カメラの映像をもとにアリサさんの足取りを追う捜索を開始したのだ。そして2023年5月29日午後8時45分頃、熊本市中央区南坪井町の雑居ビル内の空きテナントで警察官がアリサさんの遺体を発見したのだ。発見されたのね。遺体は頭から足先まで大きな布のようなもので全身を覆うように包まれた状態で横たわっていたと報じられているのだ。現場は熊本城にほど近い市街地の一角で、飲食店や商店が混在するエリアの雑居ビルだったのだ。そんな人通りのある場所でそれほどまでに隠そうとしていたということよね。全身を布で覆うという行為は遺体の発見を遅らせようとする証拠隠滅の意図があったとみられているのだ。またビルの空きテナントという人目につきにくい場所を選んでいる点も計画性の高さを示している可能性があるのだ。計画していたということを、その冷酷さが本当に許せないわ。発見された際、現場のビルに住む40代の女性は何があったのか知りたいと不安そうに語っていたと報じられているのだ。周辺住民にとってもまさかこんな事態になっているとは想像だにしていなかったそうなのだ。日常のすぐ隣でこんなことが起きていたなんて。警察は遺体発見を受け、アリサさんが退勤後に事件に巻き込まれたとの見方を強め、捜査を本格化させたのだ。防犯カメラの解析や関係者への聴取が進む中で、容疑者の男は事件から数日後には捜査線上に浮かび上がったのだ。早期に特定されたので、でも逮捕には至らなかったということ？そうなのだ。容疑者が特定されながらもすぐには逮捕に踏み切れなかったという衝撃の事実があるのだ。なぜそうなったのか、その経緯については後半でさらに詳しく見ていくのだ。特定されていたのに逮捕できなかったなんてどういうことなのかしら。本当におかしいわよ。まず事件当日の朝から振り返ってみるのだ。2023年5月28日、熊本市内はまだ蒸し暑さの残る夜明けを迎えていたのだ。辰島ありささんはその日もアルバイトに出かけていたのよね。そうなのだ。辰島さんは28日の午前1時頃までアルバイトに従事し、退勤後に事件に巻き込まれたと報じられているのだ。深夜1時まで働いて、その帰り道にその日常の一コマがこんな結末になるなんて。辰島さんは29歳の派遣社員で熊本市中央区に住んでいたのだ。職場の同僚によると、明るくて誰にでも気さくに話しかけるような人柄だったと語られているのだ。そんな普通の日常を送っていた女性が深夜の退勤後に狙われたのね。容疑者の男は辰島さんの退勤時刻や行動パターンをあらかじめ把握していたと見られているのだ。近隣の住民によると、男は事件前から辰島さんの生活圏の周辺をうろつく姿が目撃されていたと伝えられているのだ。事前に行動を把握していたなら計画的な犯行だったということよね。退勤した辰島さんが帰路に着く中で、男は接触のタイミングを伺っていたと見られているのだ。熊本城に近い市街地、飲食店や商店が混在するその一角の路上で、男は辰島さんに近づいていったのだ。人通りのある市街地でそれでも声をかけてきたので、この後事態は急転するのだ。男は辰島さんに声をかけると同時にその腕をつかみ強引に引き寄せたのだ。辰島さんがやめてと声を上げようとした瞬間、男はさらに力を込めて彼女を路地の奥へと引きずり込んでいったのだ。周囲には深夜の静けさが漂っており、通行人の姿はほとんどなく、助けを求める声は闇に吸い込まれるように消えていったのだ。男は辰島さんを雑居ビルの入り口へと連れ込み、人目のない空きテナントの中に押し込んだのだ。室内は使われていない重機が置かれた薄暗い空間で、外の光もほとんど差し込まない閉鎖された環境だったと伝えられているのだ。辰島さんは逃げ出そうとしたとみられるが、男はその動きを封じ込め、抵抗する手足を押さえつけていったのだ。この密室の中で男は辰島さんに対して性的な暴行を加えたのだ。辰島さんはもはや逃げることのできない状況に追い込まれていたのだ。言葉が出ないわ。その後、辰島さんが絶命したとみられる状況において、男はさらに異常な行動をとったのだ。辰島さんの遺体を大きな布で頭から足先まで全身を覆うように包み、その場に横たえたのだと報じられているのだ。遺体を布で包んで隠すなんて証拠を隠滅しようとしていたということよね。その通りなのだ。遺体を布で覆う行為は発見を遅らせ
犯行の痕跡を消そうとする意図があったと見られているのだ。これはまさに証拠隠滅の行動なのだ。計画的に行動を隠そうとしていたなんて許せないわ。一方、辰島さんの家族側では異変を察知していたのだ。交際中の男性が28日夜に辰島さんと連絡が取れないことを家族に知らせ、父親が警察に届け出たと報じられているのだ。今から帰ると連絡があったきり、音信不通になってしまったのよね。そうなのだ。最後に連絡があってから数時間後にはすでに帰らぬ人となっていたと見られているのだ。家族がその事実を知ることになるのはさらに時間が経ってからのことだったのだ。家族の方々の不安と恐怖はいかばかりだったか、胸が締め付けられるわ。警察は届け出を受けてから防犯カメラの映像解析を開始したのだ。熊本城周辺から雑居ビル一帯にかけての広範囲の映像が精査され、辰島さんの行動と男の動線が少しずつ明らかになっていったのだ。防犯カメラがなければ発見すらもっと遅れていたかもしれないわね。29日の午後8時45分頃、捜索に当たっていた警察官が南坪井町の雑居ビル内の空きテナントで辰島さんの遺体を発見したと日本経済新聞が報じているのだ。退勤からおよそ20時間後に発見されたのね。遺体は頭から足先まで全身が布状のもので覆われ、横たわった状態だったと報じられているのだ。その布による梱包が発見をわずかに遅らせる効果をもたらしていたと見られているのだ。遺体をそんな風に扱うなんて人間のすることじゃないわ。捜査が進む中で、事件から数日後には容疑者の男が捜査線上に浮かび上がったのだ。防犯カメラの映像に映った人物の特定、関係者の証言の積み重ねによって男の存在が絞り込まれていったのだ。早期に特定できたならなぜすぐに逮捕しなかったのかしら。ここが非常に重要な点なのだ。捜査当局は男を特定しながらも逮捕に必要な物的証拠や決定的な証言の積み上げに時間を要したと見られているのだ。その間に証拠が失われてしまうリスクがあったはずよ。本当におかしいわよ。実際に男は特定された後も一定期間自由の身であったと見られており、その間に犯行の痕跡をさらに消去しようとした可能性が指摘されているのだ。これが証拠隠滅フラグとして事件に深く刻み込まれた問題点なのだ。捜査の手続き上の制約が証拠隠滅の時間を与えてしまったということよね。日本の刑事訴訟法では逮捕には相当な疑いと証拠が必要とされているのだ。容疑者を特定したとしても裁判所が発布する逮捕状を得るためには一定の証拠水準が求められるのだ。法律の壁が捜査の速度を制限してしまったということね。こうした経緯を経て男は後に不同意性交等の容疑で逮捕されたのだ。事件の全容解明と裁判の行方については現在も捜査司法の過程が続いていると見られているのだ。辰島さんのためにもきちんとした真相究明と厳正な処罰が行われてほしいわ。本当にそうなのだ。29歳という若さで命を奪われた辰島さんの無念をこの事件を通じて社会全体が受け止めなければならないのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず今回の事件で最も重要な問いは、この男は一体どういう心理構造を持っていたのかということなのだ。確かに普通の感覚では理解できない行動ばかりだったわよね。僕はこう思うのだ。この男の行動パターンは境界性パーソナリティ障害に近い特徴を多く持っていると思うのだ。境界性パーソナリティ障害ってどういうものなの？見捨てられることへの極度の恐怖、相手を前か無かで見る白黒思考、感情の激しい揺れが特徴なのだ。辰島さんが連絡を絶ったことへの反応の激しさはこの見捨てられ恐怖と一致していると思うのだ。確かに連絡が取れなくなっただけではそこまでの行動に出るのは普通じゃないわよね。一方で妄想性障害の要素も否定できないのだ。相手が自分から離れようとしていることを裏切りや陰謀として解釈する歪んだ認知があの執着行動の根底にあった可能性があると思うのだ。でもたらすきすぎただけじゃないの？気持ちが強すぎて暴走してしまったという見方もできないかしら。それはとても重要な問いなのだ。好きすぎることと支配したいことは本人の中では区別がついていない場合があるのだ。どういうこと？愛着障害の観点から言うと、幼少期に安定した愛着関係を築けなかった人は愛情を相手を手放さないことでしか表現できなくなることがあるのだ。つまり愛しているからこそ逃がせないという歪んだ回路が出来上がってしまうということね。そうなのだ。この男にとって辰島さんが離れようとすることは愛情の問題ではなく存在の危機として感じられていた可能性があると思うのだ。でもそれは被害者にとっては全く関係のない話よね。男の内側の問題を辰島さんが命で払わされたわけでしょ。その通りなのだ。心理的背景を理解することと行為を許容することは全く別の話なのだ。じゃあ境界性パーソナリティ、愛着障害、妄想性障害、この3つのどれが一番近いと思う？僕は
愛着障害を土台として、その上に境界性パーソナリティの特徴が積み重なった構造だと思うのだ。妄想性の要素は？妄想性は二次的なものだと思うのだ。追い詰められた状況の中で認知が歪んでいったという順序が自然ではないかと思うのだ。なるほど、もともとの人格構造があって、それが状況によって悪化していったということね。そして最も問題なのは、愛情と支配の混同がなぜ起きるかという点なのだ。愛しているつもりが支配になってしまうということ？愛着障害を持つ人は、相手が自分のそばにいてくれることを愛情の証明として求める傾向があるのだ。相手の意思や自由よりも自分の安心が優先されてしまうのだ。それはもう愛情じゃなくて、相手を所有物として扱っているということよね。その通りなのだ。辰島さんが今から帰ると連絡してから行方不明になった経緯を見ると、男は辰島さんの自分から離れる意思に対して耐えられなかったと思うのだ。辰島さんにとっては、ただ帰るという当たり前のことがあの男には許せなかったということなのね。そしてその許せないという感情が暴力へと転化したのだと思うのだ。これは衝動ではなく、長期にわたって形成された心理構造の結果だと思うのだ。でもそういう心理構造を持った人間は世の中にたくさんいると思うわ。なぜこの男は最悪の結末まで行ってしまったのかしら。それは僕も重要な問いだと思うのだ。境界性や愛着障害があっても犯罪に至らない人はたくさんいるのだ。だとすると、この男には別の要因もあったということかしら。僕は自己制御能力の極端な低さと周囲からの孤立が重なったことが決定的だったと思うのだ。衝動を止めてくれる関係性がこの男の周囲に存在していなかったのだと思うのだ。孤立が犯罪の引き金になることって本当に多いのよね。そして証拠隠滅という行動もこの心理構造と無関係ではないと思うのだ。布で遺体を包んだという行為は自分のしたことをなかったことにしたいという心理の表れではないかと思うのだ。なかったことにしたいか、それはもう自己保身というより現実から逃げているということね。境界性パーソナリティの人は現実が耐えられない時、乖離的な行動をとることがあるのだ。遺体を丁寧に包んだという行為はその乖離の中で取った奇妙な生理行動だった可能性があると思うのだ。丁寧に包んだことが逆に真理の歪みを表しているということなの？そうなのだ。乱暴に遺棄するのではなく、全身を布で覆うという行為には愛していたという自己認識と隠さなければならないという保身が混在していると思うのだ。でもそれを愛情の名残と呼ぶことには私はどうしても抵抗を感じるわ。僕もそうなのだ。それは愛情ではなく、最後まで自分の都合で相手を扱った行為だと思うのだ。僕はやっぱり丸だと思うのだという断言をお願いしたいわ。僕はやっぱりこの男の確信は愛着障害による支配欲であり、それが境界性パーソナリティ的な感情の爆発と結びついた結果が今回の悲劇だと思うのだ。私も同じよ。ただそこに孤立した環境という社会的な要因が重なっていたことも見逃せないと思うわ。次にもし違う選択があったとしたら、この事件は防げたかというif仮説を考えてみたいのだ。そうね、今から帰るというメッセージを最後に連絡が途絶えた時、もし警察がすぐに動いていたらどうなっていたかしら。通報から対応までのタイムラグがこの事件では致命的だったと思うのだ。失踪直後に捜索が始まっていれば、遺体発見の前に生存確認ができた可能性があるのだ。でも現実には成人女性の失踪は自分の意思で出ていった可能性があるとして初動が遅れることが多いわよね。そうなのだ。日本の捜索制度は成人の場合、家族が届け出ても即座に行方不明者として動けない運用上の問題があるのだ。命に関わる可能性がある時に制度の壁で時間が失われる。それが本当におかしいわよ。また周囲が早く気づいていたらというifもあるのだ。アルバイト退勤後の深夜に単独で移動していた状況を職場や友人が把握していれば、異変に気づくのが早まったかもしれないのだ。退勤後の深夜に一人で歩いていたという事実が、それだけで彼女の置かれた孤立した状況を示しているわ。次にストーカー規制法の限界についても話したいのだ。この法律は繰り返し付きまとい行為が確認されて初めて警告禁止命令が出る仕組みになっているのだ。つまり被害者が何度も被害を受け続けてからようやく法律が動くということ？そうなのだ。一度目の接触が直接的な暴力に発展した場合、規制法は間に合わないのだ。ストーカー規制法は反復行為を前提にしているからなのだ。被害者が何度も怖い思いをした実績を積み重ねないと守ってもらえないなんて根本的に設計がおかしいわよ。僕はこう思うのだ。ストーカー規制法の最大の限界は被害者に証拠を集める負担
を事実上押し付けている点にあると思うのだ。そう考えると被害者が加害者から逃げながら同時に証拠を揃えなければならないという矛盾した状況が生まれているわね。なぜ被害者が逃げる側にならなければいけないのかという問いに移りたいのだ。そこが一番根深い問題よね。加害者が行動を起こしているのになぜ動かなければいけないのが被害者の側なのかしら。これは制度の問題だけではなく、社会が被害者が自衛すべきという前提で組み立てられていることの表れだと思うのだ。引っ越せ、連絡先を変えろ、職場を変えろ、それを全て被害者に求めるのは加害者を中心に社会を回しているのと同じよ。この事件でも被害女性が深夜にアルバイトを終えて一人で帰宅しようとしていたことが悲劇の起点にあったのだ。その日常を守る権利がなぜ脅かされなければならなかったのかなのだ。普通に働いて普通に帰ろうとしただけなのにそれが命取りになってしまったことが本当に悔しいわ。加害者を止める仕組みがなぜ機能しなかったかについて僕なりの見解を話したいのだ。ぜひ聞かせて、私もそこが一番気になっているわ。まず加害者の危険性の予兆を社会が把握できる仕組みがなかったのだと思うのだ。孤立した人間が感情を爆発させる前にどこかで受け止める接点が必要なのだ。職場でも地域でも誰も異変に気づかなかったということかしら。そうなのだ。精神的に不安定で支配欲が強い人物が社会の中で孤立していくとき、それを早期にキャッチして介入する窓口が日本には圧倒的に少ないのだ。相談窓口があっても本人が自発的に行かなければ何も始まらないというのが現実よね。また証拠隠滅が行われた点も見逃せないのだ。遺体が布で全身を覆われた状態で発見されたことは犯人が痕跡を消す行動をとったことを示しているのだ。全身を布で覆うという行為は衝動的な犯行ではなくある程度の冷静さがあったことを示しているわよね。そうなのだ。この隠蔽行動があったにもかかわらず犯人が特定されながらすぐに逮捕されなかったという事実も制度の機能不全を示しているのだ。犯人が特定されているのに逮捕できないなんて被害者遺族にとってどれほど辛いことか。制度が加害者を守っているようにしか見えないわよ。逃亡や証拠隠滅のリスクがある場合に迅速に身柄を確保できるよう令状請求の要件と速度を見直す必要があると僕は思うのだ。司法の慎重さは大切だけれど、その慎重さが被害者の正義を遅らせているとしたらどこかでバランスを取り直さなければいけないわね。社会構造全体の問題としてまとめると、この事件は加害者の危険性を事前に補足できなかった社会、被害者に逃げることを求める制度、逮捕を迅速に行えなかった司法のみへの失敗が重なった結果だと思うのだ。見栄の失敗という言葉が刺さるわ。どれか一つでも機能していれば結果は変わっていたかもしれないのよね。ストーカー規制法は2013年の改正で付きまとい行為の定義が広がり、2016年には SNS での接触も規制対象になったのだ。しかしそれでも被害の反復という前提は変わっていないのだ。一度目が致命傷になるケースには今の法律は根本的に追いつけていないわ。それを変えないといけないのよ。僕が最も問題だと思うのは、加害者に接近禁止命令が出ても違反した場合の罰則が軽く抑止力として機能しきれていない点なのだ。違反しても軽い罰則では感情が爆発した人間を止められないわよね。そこは法改正が必要だと思うわ。被害者保護の観点から言えば GPS による加害者の位置情報追跡や被害者の緊急連絡システムの整備も必要だと僕は考えるのだ。海外ではそういった仕組みが先行して導入されている国もあるわよね。日本はそこから学ぶことは多いと思うわ。辰島ありささんが今から帰ると送ったメッセージは彼女の日常の延長にあった何気ない一言だったはずなのだ。それが最後のメッセージになってしまった。その重さをずっと忘れてはいけないわ。彼女の死が制度を変えるための問いかけになってほしいと僕は思うのだ。同じ悲劇を繰り返さないために社会が真剣に向き合うべき課題がここにあるのだ。被害者が声を上げる前に守られる社会でなければ法律がいくらあっても意味がないわよ。僕はやっぱりこの事件の本質的な問題は加害者を止める責任を社会が引き受けていなかったことにあると思うのだ。私も同じよ。ただその責任をどこが引き受けるのかという設計を今すぐ具体的に議論し始めなければいけないとも思うわ。というわけで今回は2023年に熊本県で起きた辰島ありささんの事件を解説したのだ。どうだったメタン？改めて振り返ると助けられた可能性が何度もあったのにその度に制度の壁に阻まれた事件だったわ。仮説の部分で話した事前介入の仕組みの欠如が本当に重くのしかかってくるのよね。辰島ありささんは29歳でこれからの人生がまだたくさんあったはずなのだ。彼女の命が理不尽に奪われたという事実を僕たちは絶対に忘れてはいけないのだ。ありささん、どうか安らかに眠ってほしいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。